特殊な靴も結構ありそうな感じなので、サンプリングを建築で落とし込んだお店に。誰だろう。待って当てたいな。この年代の建築家でアメリカだべ。 3D プリンタで出ました。なんか東京のおしゃれなおじさんになりそう。学び推進力強めシューズです。これかっけー。買います。ありがとうございますどうも、ひろやの YouTube チャンネルへようこそ。初の外ロケでございます。晴天でございます。ということでですね、インスタグラム見てくれてる人は見たことあるかもしれないですけど、ストーリーでスニーカーが欲しいですっていう投稿したんですよね。で、撮影できるところありませんかみたいなゆるぼうしたらですね、なんとお声掛けいただきまして、今日はですね、こちらアーキテクチャ&スニーカーズというお店にスニーカーを買いに行く動画を撮らせていただくことになりました。ありがとうございます。ということで、アーキテクチャっていう名前が入っている通り、内装とかもおしゃれな感じが出ておりますので、ということでですね、実は今回ちょっと慣れないたどりをしてるんですけれども、私の高校のサッカー部の同期コバに撮影を手伝ってもらってます。皆さんコバをよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速行きますか。はい。行きましょう。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。お願いします。よろしくお願いします。志田と申します。志田さん。はい。今日はありがとうございました。とんでもないです。見渡した限り、なんだろう、特殊な靴も結構ありそうな感じなので、このお店はスニーカーのセレクトショップでメインでやっておりまして、スニーカー自体がその1980年代のヒップホップの文化からスニーカーって流行りが来ていて、でその時代のヒップホップってこうサンプリングを主流としていて、でなんでお店の名前がアーキテクチャ&スニーカーズかっていうと、そのアーキテクチャっていうのを5人の有名な建築士のものからサンプリングをしてそれぞれに配置をしているんですね。そうなんですか。そうなんです。5人。5人。誰だろう。待って当てたいな。フランク・ロイド・ライト。正解です。やったよかったです。これ？そうです。こっちフランク・ロイド・ライト。そうです。よっしゃ。こっちアールトですね。違う？アールトこっちでした。こっちが失礼しました。アールトです。こっちアールト。はい、やっぱこの R がね。でこれは待って、本はちょっとあれだよね。でもめちゃくちゃルイス・カーンって見えるんだよな。ここルイス・カーンですか？そう。ここがルイス・カーンのどの建築ここなんですけど、はしごを使った書斎。あ、この書斎だ。そうタイトルしだって俺これ学生時代に図面描いたな絶対。なんて家だっけ。シェリックハウスですね。この棚が再現されてるところです。面白い。あと2つのエリアってのはまずどこですか？あとがこれがルイス・バラガン。あ、答え言われちゃった。エリアどこでしたっけ？こことここね。そうです。はいはい。ここがルイス・バラガン。ここルイス・バラガンだ。そうなんで、ソファーもテーブルもベンチもあとそれぞれのラックですね。はい、全部特注で作っていて、1個しかないような。特注なんだ。そうなんで、だいぶこだわってます。はあ。あっちがこの石壁か。はい。この石壁が。俺それでフランク・ロイド・ライトかと思ったんだよな。でもちょっと確かにちょっと凹凸が違うから。誰だろう。でもその年代の建築家ってアメリカだべ。もうさ当てられない気がする。ノイトラっていう。ノイトラ？はい。あ、ちょっと勉強不足かもしれない。お恥ずかしい。やばい。
ただここだけなんですよね。この建築の名前ですかこれ。ケーススタディハウスは知ってるぞ。この建築家さんか。入ってきていただいた扉が、はい、もうアールトの作品から引っあそうなんだ。張っていってこれですね。という感じでヒップホップといえばサンプリングを建築で落とし込んだお店で、ちょっとこう大人の隠れ家っぽいような作りになっております。ここまででもお腹いっぱいですね。カルチャーいっぱい嬉しい。ということで、そんなアーキテクツたちの名作とともにスニーカーを見ていきましょうか。てかそう、今日の大前提なんですけど、なんだろうな、今日の服に合うの結局なんか僕ネイビーの服とかこのジーンズとかいっぱい最近着るんで、青に合う靴がいいなと思っていて、ちょっと攻めたやつも欲しいなと思ってるんですけど、意外と僕ナイキ持ってないんだよ。最近このスタイルめっちゃ流行ってますよね。ローファースニーカー、だいぶ流行ってますね。ニューバランスから始まり、いろんなブランドが最近ナイキもあるんですよ。シルバーグレー系は確かに使いやすいな。これどこのブランドですか？ベジャっていう、フランスのブランドですね。でブランドコンセプト的にはこう対価交換でこう職人にしっかりと対価を払うっていうブランドなんですよ。なるほど。フェアトレード的ななんか。そうですね。今の時代っぽいですね。ベジャです。これときます。やっぱ私はちょっとこの辺が気になってはいるんですよね。OAO。これこそ建築サンプリングですよね。そうですね。ほとんどが建築サンプリングだったり家具だったり。なんか家具とかもある。そうですね。最初なんか僕が学生時代の時にザハ・ハディドの靴ができましたみたいなニュースが流れてきて、そうなんだって言って応援をしたんですよね。そちらがあかりっていう。これあかりイサム・ノグチだ。そうです。これイサム・ノグチだった。わかりますか皆さん、これあかり。曲線のそのステッチが照明のこうステッチ感を表現しているものになってます。なるほど。でこれがプリマっていう形で、OAO サンライトっていうのはまた別にあるんですけれども、基本的に OAO は国内生産をしているんですけれども、こちらは中国生産にしてソールをビブラムソールではなく似たような形にしたものになってます。なのでちょっとこう価格帯が抑えめで手が届きやすいもの。そんなのがあるんだ。ジェネリック OAO。そんなに失礼か。この革っぽいめちゃくちゃかっこいい。レザーのでもビブラムソールいいっすよね。何そんな値段違うんですか？違うね。ものによって結構値段がなるほど。ややばらつきがあるんですよ。これもこちらも OAO です。履きやすそう。そっか、ちょっと履いてみよう。ちょうど僕のサイズな気がします。よいしょ。すみません、履き方を間違ってました。ちゃんとこのベルトをこうやって通すんですね。そうです。見て。ね。スリップをしてこうするんだ。かわいい。そしてやっぱ OAO はちょっと漏れるっていう。そうですね。ソールにソールが結構ボリュームがあるので、あと履き心地もすごくいいですね。ビブラムですからね。日本人の足にすごく馴染みやすいのが特徴ですね。そっか、日本製です。そうなんです。めっちゃいいな。これ買ったら結構この夏ずっと使っちゃいそう。他の靴が使えなくなっちゃいそう。これなんていうシリーズでしたっけ？インターですね。インター。インター。
彫刻家の方からもうアート作品の方見たくなりますね。なるほど、ちょっと候補1ではあるな。気に入りました。まあイサム・ノグチもありだけどね。ちょっとイサム・ノグチも入ってみるか。あんまり僕こういうボリュームのある靴を持ってないから、なんかここまで紐があるのがデザイン性として面白いですね。つま先のここまでどうだろう、このボリューム感。でもいいですね。太いパンツにこれくらいのボリュームあったら負けないですね、靴が。そうですね、もっと太いパンツ履いてもソールが裾を持ってくれるので。そうですよね。そうなんです。ここのたまりがいい感じに出せる。いいな。でもこれから夏だからちょっと暑いかな。ビブラムではないってことですよね。そうですね、ビブラムではないんですけれども作りはほぼ一緒です。そんなことがあるんですか。へえ。それも結構おすすめだね。しかもめっちゃこれ漏れてるよ。これなんか多分この同じで立ったらこれくらい違う気がする。目指せ180センチ。この辺もしかして下さんが履いてるやつじゃない？そうです。で 3D プリンターで出ました。私といえば 3D プリンター。これ 3D プリンターシューズだ。 3D プリンターで作ってます。光造形の実際の機械は2メートルぐらいあるらしくて、すごく巨大な機械で作っている。2メートルでこれすごいですね。めちゃくちゃ手間かかる。履き心地もかなりそうなんですか。そうなんです。これも 3D プリンター。そちらも 3D プリンターです。ここのコーナーすべて 3D プリンターですね。ちょっと待って、一旦さらっと見る。でかー。いやー、この辺俺ちょっと靴に負けちゃう気がするね。ここまで。面白いね。もうソールとかもさ、一体型だからこういうデザインができるって。ちゃんと見たの初めてかも。 3D プリンターシューズ。ブランド自体は2022年の8月に、シンガポール人のシュウ・ペク・キンさんという方が、立ち上げたブランドになってます。アライブフォームっていう名前になるんですけど、で一応その 3D プリントのシューズの技術っていうところが、いろんなナイキさんだったりとか、アディダスさんだったりとかで今、いろいろ試みてて、現実今この完成度が一番高いのがここのブランド。そうなんだ。っていう風になってて、プーマと共同でシューズ開発したりだとか、かなり今世界的に注目されてるブランドの一つになりますね。すごい。じゃあ 3D プリンターシューズのナレッジはここにあるんですね。アライブフォーム。ちょっと1個履いてみるか。ぜひせっかくなので。履き心地がいいのはこの辺なんですよ。そうなんだ。そうなんです。ぜひ。いかつ。これ同じ？これ違うわ。ちょっとサンダルっぽいデザイン。なるほど。ちょっとつまいてみます。確かに弾力というか。なるほど。しかも通気性もあっていい。確かにちょっとサンダル感はあるが、デザイン性があるからいけてんのか。履き心地もいいですよ。はい。柔らかいです。しかもなんかザブザブ洗えたりするんじゃない？水洗いもできます。ですよね。そうなんです。めちゃくちゃいいですね。おしゃれやな。おしゃれやな。本当？コバ一押し。お気に入り。ちなみにベースが蓄光になっていて、なるほど。で上にシルバーの塗装をかけているので、下の部分はブラックライトのところで緑色に光ります。夜光っちゃう？夜光ります。例えばですけど、クラブ行ったりとかしたら光ります。でも実光は紫外線だけ。紫外線で溜め込んだのを。でもだから日中外歩いたら夜光ります。そうなんです。そういうことですよね。恥ずかしい説ある。ちょっと見バレしたくないですか、そんな簡単に。足バレするかな。なるほど。でもなんかちょっと 3D プリンター好きならではちょっと持ってていいよね、このコンテクスト的に。シルバーかもしれないですね。
買うな。ちょっと蓄光具合が気になるけどねこれも気になってるんですよ。エンダースキーマのエンダースキーマのスニーカーサンダルっぽい感じのものですね。知らんかった。おしゃれですね。これと合わせたらなんか東京のおしゃれなおじさんになりそうコメントが北海道民エンダースキーマのいいところは仮にこうソールが削れてダメになってしまった場合も、はい、張り替えを行えるので、アッパーは丁寧にこう扱っていただいて、ソールちょっとガシガシ使っても新しいのに交換できる。確かにメリットがあります。取れそうだよね。そうでもちょっとこれ入ってみたいな。店舗すべて出てるのは僕のサイズですか？僕のサイズっていうか基本的に27センチで、はい、僕のために用意してくれたみたいです失笑あ、可愛い系のシルエットだね。ちょっとさっきまでのソールを履いてたからすごい地面を踏んでる感覚がありますけど、めちゃくちゃ可愛い。いや、これおしゃれサンダルってなかなか選択肢がないからこれいいの。ブランド側では素足で履くのもソックスインで履くのも推奨してるような。あ、そうなんですね。これめっちゃかっこいいっすね。知らなかった。こんな靴出てるなんて。モデル的には2シーズン目になります。そういう。はい。もともとは表地の革で出てたんですけど、本気のものは裏地で。あ、なるほど。ハンモック。かわいい確かにハンモックっぽい。そしてこちらはちょっと馴染みのあるブランドが来ました。サロモンです。あれ全部サロモンかな。違うわ、これ右側がオンになってますね。オンとサロモンだ。はい。ランニングのコレクションのように組んでます。なるほど。ボミンゴが PR してましたね。オンもサロモンも私は実は持ってません。まだ持ってない。気になってはいました。ランニング私しないからな。でもこの辺にあるのは多分ランニング用じゃないよね。おしゃれランニングだよね。ランニングできるシューズちょっとこのシューズはしないかな意外とサロモンって細めなんですね。細いんですけど、はい、履くとそんなに気にならない。いきます。僕日本人あるあるのここが太い足なんですよ。足なじみはすごくいいですね。はい。下もありました。下はナイキだ。はい、ナイキです。で、右側がナイキのランニング系のシューズの新しい新作。で、左側にあるのが ACG っていうナイキのアウトドアラインのコレクションのから出ているフットウェアになってますね。ACG ってそういうことなんだ。はい。なんかめっちゃ見るなと思ったけど。オールコンディションズギアでどんな天候にも適応するようなものづくりをしているのが特徴になってます。学び棒読みだった。いやめっちゃ勉強になるよ。こんなん聞けないじゃん。いやここにあるサロモンはここ別注とかなんか限定とか。別注とかではなくて、そうですね、サロモンの中でも取り扱っているものをうちでもこのように展開しています。こことここに関してはアドバンスドのコレクションになっておりまして、直営店では販売のないセレクトショップだったりとかで取り扱うことができるコレクションになっております。そんなことがあるんですね。そう言われるとだよね。この辺を履いてみるか。これかっこいいな。すごくボリュームがあって、ふわふわとしたなんかこの店にいるとボリュームを求めてしまう。わかる。あった方が困ることないもんね、ボリュームになってね。いいですね。歩きやす。なんかこうぐんと進める感じが。推進力強めの。推進力強め。推進力強めシューズですこれ。推進力高いこれ。すごいよ。歩きたくなる。おお。
なんか黒だけど若干紫とネイビーが入ってて、なんか上のファッションの色も拾えそうな気がする。そっちの棚だとちょっとパッと見の一番はこれな気がするんですが、もう一個くらいおすすめありますか？持っているんですけど、今回初めてオンを手にしたんですよね。はい、で皆様おっしゃるんですけど、履くと他履けなくなっちゃうっていうので、履かないようにしてたんですけどでもそこまで言われたら気になっちゃう。中毒性がある。そうなんです。そんなことあります？じゃあ失礼します。めちゃくそ軽いですね、まずね。推進力高め軽いふわふわシューズです。合ってますか？合ってますめっちゃ足軽いよこれ。絶対疲れない。歩く機会が多い方とか、確かに立ち仕事の方とかは断然おすすめしていて、うわ、これ履くようになってから足のむくみがすごく少なくなったような気がします。でデザイン的にも色味を選べばすごくこう普段使いしやすいような、確かにもともとオンってロゴの主張が強いものが多かったんですけど、このクラウドモンスターボイドに関しては全てのロゴを排除したすごくこうスタイリッシュなデザインになってます。確かに。何色があるんですかこれって他に？お色ほかあと真っ黒とグレーとこちらのちょっと柔らかいライトイエローのようなお色がございます。そっち行っちゃうとちょっともうランニングシューズ感が出ちゃうんだよな。いやでもちょっとまだ僕ギリギリ足のむくみに困ってないのではい、ちょっとこのオンの中毒からは逃れられそうな気がします。むくんでる方々はちょっとこれ履いてみてください、ぜひ。すごくおすすめです。これは確かにすごいわ。ということで今気になってる靴をまとめましょう。サロモン推進力シューズね。でエンダスキーマ、おしゃれハンモックね。でこれOAO、おしゃれサンダル、そしてアライブフォーム 3D プリンター。これも履いてみたい。これなんかなかなか手に入んないじゃないですか、このローファーサイズみたいなやつ。はい。なんかめっちゃ人気じゃん。ちなみに黒もある。ございます。きた。かっけー。かっけーな。なんかたまにさ、革靴に合いそうだなっていうスタイリングだけど、そんなにかっこつけたくないなっていう時ない？ちょっとこれの黒はこれなんかシューズ的にはそのエアマックス的なやつなんですか？そうです。エアマックスのソールをつけたローファーになっております。なるほど。ありがとうございます。あれ意外とお手頃。びっくりしちゃった。うわ。めっちゃいいじゃん。やばい。急にシードで来ちゃったかもしれない。結局ナイキかよって思いますよね、視聴者の皆さんもね、これね。あんだけアライブフォームとかさ OAO とか出しといてさ、結局ナイキかよって思ってるし、これ難しいね YouTube ってでもこれめっちゃよくない？よく多分めっちゃくと思うな。ちょっとなんか動画見返したいわ、自分のテンションの上がり具合。志田さん的にどれがおすすめですか？お似合いだったのは個人的に OAO すごく似合ってますかなと思います。原初に戻りました。OAO そろそろ決めないといけないからね。いやそうなんですよ。でも OAO は気になってて、あんまり取り扱い店もないから。そうですね。で直営店も試着だけできるようなショールームになっているので。あ、そうなのか。そうなんです。このようにこう試着してそのまま購入できるっていうのはやっぱうちのメリットかなとは思いますね。そうだよね。そうだよね。
パンツの裾で隠してしまえば一見こう革靴を履いているような雰囲気にも見えますので、すごく幅は広がると思います。もうOAOとかエンダースキーもなんか雰囲気に合ってる気がしますね。今かなり世界的にも認知度が上がって人気が上がってるブランドで、日本人でもかなり入ってる方多いですし、なんとなく皆さんの雰囲気的にも合ってるかなって気がするのはわかります。割とナイキのそういうところはちょっと邪道かな。ああ、言われちゃったここの商品なのにそんなこと言われちゃったなんかうちのセレクトの内容でいくと、まあエンダースキーマーだったり OAO だったり、あとはまあちょっと値段は上がっちゃいますけどメゾンアルジェラだったり、アマルジェラも置いてる時あるんですか？はい、へそこの上2つが今ジャーマントレーナーであ、本当だ。ディスプレイしてるのはごめんなさい、触れてなかった。なんですけど、本当だ。レプリカとか言ってる。本当ただ。だ数年前から比べてかなり値段が上がってるので、もう簡単に買える靴じゃなくなりました。はあ、アルジェラのジャーマントレーナーって今こんなするんですね。3年前6万500円。10します。いや、そうですよね。めっちゃかっこいいんだけど邪道だよね。いや、そうですよ。最近なんかそのデザイナーとしての仕事とかさ、露出とかが増えてきたからさ、OAO 履いてますとか言ったらさ、ちょっと白になるじゃん。わかるそれ全然理解を得られませんでしたでも確かにナイキのあれはちょっと暑いっていうか、夏場履いたら蒸れるだろうなってちょっと思ってて、こっちは夏場の、しかも夏ってサンダルばっかり履いちゃうからフォーマルな日欲しいなって時には多分僕これを履くんだろうな。じゃあちょっと志田さんの言葉を信じてこれにしようかな。ちなみにブラウンももしよかったら確かに色で悩まありれがとうございます。ていませんか？ありがとうございます。贅沢な時間こんなに選ばせてもらってすいません、本当。あ、でもこう見るとブラウンとも言えるしグレーっぽくもかなりこう深みのあるブラウン。そうですね。はい。もう何も考えず黒とかいっちゃうからね、ここ見渡してみてもなんかもうね、分かるでしょ、僕のこの趣味が。こんなんばっかりなんですよ、僕のクローゼットって。いいよね。僕あんま選ばないんだけど。ブルー系に比較的合わせやすいのはブラウンだと思うんですね。確かにネイビーのセットアップめっちゃ持ってるんですよ。はい。それにこれは合うのかもしれないね。黒だとやっぱこうどうしてもネイビーと似たような色差になってしまうので、そうなんですよ。ガチ悩みです。いや、ブラウン挑戦してみるのもいいんだけど、オールブラックにしたい時もありそうだなとも思うんだよな。いや、ごめんなさい、ちょっとここ単純な外見の洗練というか、なんかこう良さでちょっと黒を選びたいかもしれない。なんかやっぱかっこいいもん、デザインが。許してもらえますか？もちろん絶対好きなカラー選んだ方が履く機会多いな私意外とノーと言える人間なんで押し切りました。ちょっとこれも気になるんだけどね冬靴にこれ買おうかな。じゃあちょっともう決まりましたね。今日の私が気に入った靴たち、そして1位こちら OAO のインターだ。彫刻家さんからかな。はい。モチーフなんです。そう、これのモチーフ
アートもちょっと見てみたいな。見れます？なんかお出ししますね。ちょっとそれを見てさらに好きになりたいな。多分この夏めっちゃ履いてると思うので。ちょっと結構何個かあるみたいなんですけど、今テント線で絞って検索。リー・ユーファンですか？はい、そうです。最高じゃん。モノハですよ。モノハっていうね、アートの動きがあるんですけど、モノハの代表さんですね。この間新美術館でやってたリー・ユーファン展は最強でしたね。買います。ありがとうございます。見てよかった。リー・ユーファンなんだ。いいね。好きになりました。満足感。はい、満足感がリーグファンをゲットしました。こちらで、はい、お預かりいたします。サイズも多分27で。27で、はい。リーグファンに後押しされて買います。あれは。でも本当にこれはいい。やっぱ人気があるのが分かる。し、アライブフォームのこの 3D プリンターもやっぱなんか感動的な体験だった。やっぱいつかは欲しいかな。そうなんだよね。俺こういうなんかいかついっていうかデザイン性の高い靴選ばないから買ってもいいかもしれない。ちょっと流行り来るしね、絶対。でサロモン、これ角型ね、推進力最強シューズです。はい。でハンモック、エンダースキーマ。エンダースキーマも好き、ブランドとして。やっぱなんかおしゃれ、気の抜けたおしゃれ東京人うんって言ってくれてますめちゃくちゃいいアイテムを選べたんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。お買い上げです。自腹ですよ皆さん、ちゃんとこれねPR じゃないですからねではありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい袋でいただきました。ステッカーもありがとうございます。スーツケースに貼ります。いい買い物ができました。おかげさまでありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ということで無事、こっちにあるんだったわ履いてました購入することができました。拍手。いや結構大満足ですね。お店 A&S さん、ぜひこちら原宿から神宮前来てみてください。普段は出会えないようなスニーカーがたくさんありましたし、でもとはいえナイキとかオンとかそういうのもありつつも、こういうあんまりセレクトショップ数多くない OAO とか見れるのは貴重な機会なんで、あとねカルチャー好きはもう最後のオチ良かったよね。なんかこれの彫刻家誰ですかってリューファンスかっていう僕のリアルなテンションの上がりが一番テンション上がってたんで、ちょっとあの辺とか見せれたのは良かったなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで毎週投稿を目指しております。多分木曜日20時今決めましたを毎週投稿を目指したいと思いますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。そしてなんかこういう買い物動画とか外出動画たくさん撮っていきたいなと思ってるので、企業さんで昼夜来てほしいなっていうところございましたら DM とかメールアドレスホームページからいただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまたね。かっこいいっしょ。